にちは、ゆうたです。今日はですね、仕事がちょっとお休みということで、少しお部屋作りを再開しようかなと思ってます。で、今回はバスルームをちょっと完成させようかなと思ってまして、以前新築ルームツアーの時にお見せはしたと思うんですけど、あのバスルームをちょっと変えようかなと思ってます。で、実はもうコンセプトは決まってまして、ちょっとジャングルっぽく今回はしようかなと思ってます。もうありえん緑をたくさん置いてちょっとコーディネートしようかなと思ってるので、今回は植物の買い出しと、あとはなんか必要な備品だったり、なんかシェルフとなんか棚とかね、そういうのがあればちょっと買い出しに行こうかなという感じです。でこちらの企画についてちょっと改めてご説明させていただくと、インテリアデコレーション by 記憶的散策ということで、この物件を借りてから賃貸物件を借りてからお部屋が完成するまでの過程だったりこだわりっていうのを紹介するドキュメンタリーコンテンツとなっております。でもうだいぶ早速なんですけど、ちょっと今から植物屋さんだったりお店いろいろ買い出しに行こうかなと思います。行きますか。よし。こっちもいいけどね。はい、ということで買ってきました。植物を見てください。この量もうめちゃくちゃ買いました。もうガチなんで今回買いました。見ていただいた通り、観葉植物だったりその他もろもろのアイテムっていうのを2日間かけて購入してきました。でここからこちらのね、バスルームが、まっさらな状態になっているので、ちょっと頑張ってここからコーディネートして、最後、ちょっとプラントツアーみたいな感じで少しアイテムの紹介もさせていただければなと思います。やりますか。大変だこれは。はい、というわけで完成しました。ダーン。どうですか？いやー、結構いいんじゃない？割といい感じに出来上がりましたね。というわけでちょっとここからは植物だったりこだわって購入したちょっとアイテム備品系だったり、そういったものをちょっと紹介するルームツアーをやっていこうかなと思います。行きましょう。というわけでここからはじゃあちょっとルームツアーをしていこうかなと思います。ざっとちょっとまず全体感を映すとこういう感じに仕上がりました。すごいっすね。だいたい4畳ぐらいかなのスペースに置いたという感じですね。ちょっとじゃあ順番に細かく説明をさせていただきます。じゃあまずはこいつかな。で、こちらですね。植物とか置いてるこの棚って言ったらいいんですかね。でこちらなんですけど、こちらは IKEA の、ブスクボっていうなんか竹で作られた、植物用のなんか棚みたいなディスプレイ用のものです。でこれは6000円ぐらいで購入して、職人さんが手作りで作ってるんで、ちょっとこういい感じにムラがあるというか、少しこう粗さのある手作り、クラフト感のあるなんかアイテムということで、お部屋にもぴったし合ってますね。これは結構いい買い物だったなと思ってます。
で続いてこちらの植物で、これは、ご存知の方ももしかしたら多いかもしれないですけど、オーガスタっていう植物になります。でこれは尾崎フラワーパークで購入しました。で6000円ぐらいだったかな。でウエスティン横浜っていうホテルで僕が見た時にこれはちょっと欲しいなと思ったので購入しました。はい、で続いて実はですね、この植物の中にあるんですよ。これはですね、今この上から引っ提げてかけてるんですけど、これはポトスっていう、植物になります。でこれは900円ぐらいで、これも尾崎で買いました。ちょっと吊るす系でこう横に広がっていくものが欲しいなと思って買ったんですけど、なんか思わぬところに今はちょっと置いて、これはどの位置に置こうか今後ちょっと検討しようかなと思ってます。はい。で多分このバスルームのメインになってるんじゃないかな、このヤシですね。でこれはアレカヤシっていうヤシになります。でこれも尾崎で買いました。尾崎はすごい。でこれ9600円ぐらいかな。多分170、80ぐらいある高さのものですっごいでかいですね。もうこれはちょっと今回のそのジャングルっていうコンセプトには欠かせないアイテムだったので購入させていただきました。はい、続いては窓際かな。はい、こちらですね。今これもこのワイヤーっていうかポールに下げてるんですけど、これはコウモリランですね。このコウモリランは3000円ぐらいで購入したものになります。Today's Special っていう日比谷にある植物屋さんで購入しました。何かちょっとかけるものが欲しいなというふうに思ってたので、これはちょっと購入して正解かなと思ってます。一もハマりました。はい、さてバスルーム系のグッズを紹介しようかなと思います。で僕が使ってるのは全部同じブランドのものになるんですけど、マリン&ゴッツっていう、ニューヨークかな、ニューヨークアメリカのボディグッズとかを作ってる、ものになります。これはパッケージ、成分自体にこだわりがないので、パッケージがとにかくかっこいいものっていうのを探して購入しました。でこれは僕が泊まった、UDS っていう、ホテルの運営会社があるんですけど、そこのアメニティで使われてて、めっちゃいいじゃんと思って購入しました。で匂いも良かったのでこれはお気に入りです。これは多分3つで1万5000円ぐらいだったかな。結構お気に入りですこれは。はい、で続いてこちらが坊っちゃんっていう最近なんか話題にもなりつつあるこのスキンケアグッズなんですけど、これメンズ用のスキンケアグッズらしくって、なんかデザインが普通にこれも可愛いなと思って購入しました。で特に僕もスキンケアとかもあんまり成分自体にこだわりがないので、デザインだけで買ったものになります。はい、じゃああとはこっちかな。よいしょ。でここにもヤシがありまして、実はでこれ今こういう感じで洗面台の下に置いてあります。はい、でこのヤシはスーパーアレカヤシっていう、さっきのアレカヤシとまた違ったなんかスーパーなアレカヤシです。でこれも尾崎フラワーパークで購入したんですけど、なんかめっちゃ安かったんですよね。これ確かこれ2000円ぐらいかなで購入できて、で安っと思って買いました。で最初はねこれ一つでいこうかなと思ってたんですけど、結果的にねこいつもね買ったっていう感じです。はい、で続いてがこちらですね。でこれは今最近ユニクロが植物だったりお花の事業をやり始めて、ちょっと話題になってると思うんですけど、そのユニクロ銀座でかな購入しました。でやばい、名前が出てこない。なんだっけこれ、ちょっと名前が出てこないんでキャプションで入れます。すいません。でこれも900円かな、1000円ぐらいで購入して、なんかユニクロで買ってみたいなっていう単純にちょっと思って購入したっていうアイテムになります。はい、でこちらはヤシなんですけど、ヤシの葉っぱが大きすぎちゃってちょっとカットせざるを得なくなっちゃったんですよ。でどうしようかなと思ってちょっと一旦今ベースの中に入れて保管してるっていう感じです。なんでなんかそれも相まって余計ジャングルっぽくなってますね。はい、っていう感じになってます。
こちらもバスルームに、てかここめっちゃいいんですよね。なんかめっちゃ良くないですか？この絵めっちゃ好きなんですよね。なんか反射してて。でこれ一番最初に紹介します。こっちがガジュマルっていう割と育ててる方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、ガジュマルです。でこれはなんかちょっと肉々しい感じ、ちょっとぼってりした感じがすごい可愛いなと思って購入しました。でちょっと鉢も今黄色いものこれセットで、これもToday's Special ってさっき紹介した日比谷の植物屋さんで購入したアイテムになります。はい、でこちら歯ブラシはヘイで購入してます。はい、でまあ可愛いじゃないですか。でまあこういう小物系とかは割とヘイで購入することが多くて、でこのグラスもヘイで購入しました。はい、で続いてこちらが、ベイシングシェットっていうハンドソープかになります。でこれもなんかグラフィックが可愛いのと、あとはいくらだったっけ、2000円ぐらいだったんですよね。でこれ以前記憶的ルームで出てた慎太郎さんって方が持ってらっしゃって、でいいなと思ってて、でいろいろ見てたんですけど、匂いも含めて一番これが良かったんで購入したっていうアイテムになります。はい、でそしたらこのまんまちょっとこっちの上のスペースに行こうかなと思います。はい、でこちらの上にあるこれですね、クロトンっていう植物になります。でこれちょっとよいしょ、今ちょっと鉢がないんで申し訳ないんですけど、これもちょっとなんか赤っぽい感じ、この小ぶりでふにゃんみたいな感じがなんか可愛いなと思って購入しました。でよいしょ、これがカンポニーっていうユーフォルビアっていうなんか植物の仲間らしいんですけど、ちょっとこの枝っぽい感じがすごい可愛いなと思って購入しました。でこれも育つとすごい大きくなるみたいで、立川のラストっていう植物屋さんで購入しました。これもすごい可愛くて、ちょっと枝っぽいものっていうのがあんまこの家にはなかったんで気に入って使っています。はい、で続いてがこちらですね。よいしょ、ホヤです。これも横に広がって下に落ちていくものっていうのがなんか欲しいなと思ってて、今はこう上に置いたことによってちょっとこの上の植物の広がり方というか、それがすごいうまくはまってくれて嬉しいです。でこれは立川のラスト同じくで買ったアイテムになります。これねいくらだったっけな、なんか結構安かった気がする。多分5000円か6000円ぐらいで購入したアイテムです。はい、でこちらがよいしょ、遠い。でこの植物っていうのがドラゴンスケールっていう植物になります。でこれはなんか葉脈の感じとかがなんかすごいフェイクに見えるというか、なんかマットな質感なんですけど、これがすごい可愛いなと思って購入しました。でこれは清澄白河にあるプラントソサエティっていう東京バイクとかが併設してる植物屋さんで買いました。でこれね3000円ぐらいだったかな、すごい安くてなんか買いやすいなと思って購入したっていう植物になります。はい、はい、ということで無事にバスルームが完成しました。疲れた。いやでも結構いい感じに仕上がったかなと思ってます。で改めてこのバスルームのコンセプトからちょっとお話ししたいんですけど、このバスルームはジャングルをテーマに今回デザインをしました。はい、でもともとここの内装自体がすごい良かったので、赤い壁っていうところとちょっとリゾートっぽい本当このデザインというかで、それを何としても活かしたいなと思って、であえて、リビングだったり他のスペースには植物を置かずにここに集約するっていう、ちょっとそこのコントラストをつけたいなという意味でも植物っていうのを選びました。はい、でここですね、夜になるとめちゃくちゃまた雰囲気変わるんですよ。でちょっと見てもらいたいなと思うんですけど、夜はまた雰囲気が一変してこんな素敵なムーディーな場所になりますっていう感じですごく雰囲気が変わるので、夜は夜で昼は昼でまた違った顔が見えるのも
すごい良かったなと思ってます。はい、で今回のこの値段感なんですけど、およそ8万円でコーディネートできました。はい、これがちょっと安いのか高いのかはわからないんですけど、個人的にはすごく満足のできるクオリティで仕上がったので、良かったかなと思ってます。はい、で今回紹介した植物屋さんっていうのは、実際僕が購入したお店であって、もちろん他にも見たんですけど、他はちょっと正直あれみたいなところとかちょっと違うわみたいなのもあった中で、今回紹介させていただいたお店っていうのは、僕個人としてはすごい今後も買いたいなと思えるような、アイテムだったり値段感だったり、いろんな要素があったので、ぜひ今回僕が購入したお店っていうのもちょっと見ていただければなと思います。はい、そんな感じで今回のインテリアデコレーションバイ記憶的サウナはこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。さよなら。